ゆっくり解説。ミステリーの女王。一度見たら忘れられないアガサ・クリスティ原作映画名作ベスト10。今回は昭和の映画ファンを熱狂させたアガサ・クリスティ原作映画名作ベスト10を紹介していくわよ。ああ、彼女はミステリーの女王と呼ばれ、発行部数は20億部以上、聖書やシェイクスピアに次ぐ伝説の作家なんだぜ。20億部、当時の洋画劇場でもよく放送されていたわよね。そうなのぜ。1974年のオリエント急行殺人事件を皮切りに、往年の大スターを揃えたオールスター映画として大ブームになったんだ。当時のパニック映画と並ぶ豪華なトレンドだったんだぜ。名優たちの共演は見応え抜群よね。どんな名作が出るか楽しみだわ。今回紹介する名作は色褪せない傑作ばかりだ。ただ、ここから先は犯人や結末のネタバレ全開でいくぜ。まだ見ていない人は、先に映画を楽しんでからまた見に来てくれよな。第10位。アルファベット殺人事件。1965年。第10位は、1965年のイギリス映画、アルファベット殺人事件だぜ。名作、ABC 殺人事件が原作なんだけど、少し毛色の違う異色のポワロが楽しめる作品なんだ。異色のポワロって、どういうことなの？私たちがよく知っているアルバート・フィニーや、ピーター・ユスティノフが演じた重厚なポワロとは違って、すごくコミカルでドタバタしたキャラクターになっているんだぜ。演じているのはアメリカの俳優、トニー・ランドールなんだ。へえ、コミカルなポワロなんて新鮮ね。お話自体はどういう内容なの？アルファベット順に起きる連続殺人事件を追うストーリーだ。事件の容疑者としてアレキサンダー・ボナパルト・カストという人物が浮かび上がり、彼自身も自分が犯人だと思い込んでしまうんだぜ。自分が犯人だと思い込むって、どういう状況なのよ。まさか本当に彼が犯人なの？いや、それが違うんだ。真犯人はフランクリン・クラークという別の人物でな。カストを隠れ蓑にして、自分の犯罪をカモフラージュしていたというミステリーの王道トリックが使われているんだぜ。なるほど。ダミーを用意して真の狙いを隠すなんて、いかにもクリスケらしい見事な仕掛けね。そうなんだ。そしてこの映画には、ファンにとってたまらない見どころがもう一つあるんだぜ。映画の序盤で、同じくクリスケ映画の当たり役であるミス・マープルと、相棒のストリンガー氏がカメを出演してポワロとすれ違うシーンがあるんだ。ちなみにストリンガー氏を演じる俳優ストリング・デイビスは、実生活ではマープル役マーガレット・ラザフォードの本当の夫なんだぜ。名探偵ポワロとミス・マープルが同じ画面に映るの。それは夢の共演ね。ああ、マーガレット・ラザフォード演じるマープルがすっと登場する演出は、当時の映画ファンを大いに沸かせたんだぜ。王道の謎解きに加えて、他では見られないコミカルなポワロと豪華なカメオ出演があるからこそ、一度見たら忘れられない名作として10位にランクインしたのぜ。第9位。ドーバー海峡殺人事件。1984年。第9位は、1984年公開の映画、ドーバー海峡殺人事件だぜ。実はこれ、ポワロやマープルといった名探偵が一切登場しない異色のサスペンスなんだ。名探偵が出ないクリスケ映画なんてあるのね。謎解き役がいないのにお話は面白いの？ああ、原作の無実はサイナムは、クリスケ自身が自分の作品の中でネズミ捕りと並んで最も気に入っていると公言したほど、心理描写が秀逸な傑作なんだぜ。女王自身の一押し作品なのね。一体どんなストーリーなのかしら？フェイ・ダナウェイ演じる資産家の妻が殺害され、養子のジャッコが逮捕処刑されてしまうんだ。だけど後になって、ドナルド・サザーランド演じる科学者が現れて、ジャッコのアリバイを完全に証明してしまうんだぜ。じゃあ、無実の人が処刑されちゃったの。それなら真犯人は残された家族の中にいるってことよね。その通りだ。真犯人が身内にいると判明し、一家の長を演じるクリストファー・プラマーなど、いぶし銀の俳優陣が見せる家族たちは、互いを疑い疑心暗鬼に陥っていくんだ。昭和の映画ファンにはたまらない渋い配役ね。それで、結局犯人は誰だったの？ここからが衝撃の結末なんだけど、実は処刑されたジャッコ自身がやはり事件の首謀者だったんだ。
そして彼を愛していた家政婦のカースティンが、実際に妻を殺害した実行犯だったのさ。首謀者はやっぱりジャッコだったのね。でも手を下したのは彼を愛する家政婦だったなんて、ドロドロしていて救いがない展開だわ。さらにカースティンは真相を隠すために他の家族も殺害し、最後は崖から身投げしてしまうんだ。名探偵の鮮やかな謎解きとは違う、人間の業の深さを描いた重厚なドラマだからこそ、心に突き刺さる9位なのぜ。でもマリサ、タイトルがドーバー海峡なのに、海峡の要素が全然出てこないわね。ふふ、よく気づいたな。実は原作のタイトルは無実はサイナムで、映画にドーバー海峡は一切関係ないんだ。日本の配給会社が、当時大ヒットしていたナイル殺人事件などのブームにあやかって、勝手につけた放題詐欺なのさ。そんな適当な理由でタイトルを、昭和の映画界って本当にフリーダムね。第8位、死海殺人事件、1988年。第8位は、1988年公開の死海殺人事件だぜ。原作は使徒の約束で、名優ピーター・ユスティノフが劇場版映画として、最後に名探偵ポワロを演じた記念すべき作品なんだ。ユスティノフ版ポワロの集大成ね。今回はどんな難事件に挑むのかしら？元刑務所の看守で、独裁者のように家族を支配する恐ろしいママ母エミリーが、旅行先のパレスチナにあるクムラン遺跡で毒殺されるんだ。このママ母役をパイパー・ローリーが開演しているんだぜ。元看守の独裁者って聞くだけで震えるわ。誰に恨まれて殺されてもおかしくないわね。彼女は弁護士の弱みを握って全財産を自分に依存させていたから、家族全員に動機があったのさ。スター・ウォーズでおなじみのキャリー・フィッシャーらが、イブシギンの演技で愛憎劇を見事に表現しているぜ。遺産目当ての家族の犯行が怪しいわね。ポワロは誰を真犯人だと見抜いたの？実は、真犯人は家族じゃなかったんだ。たまたま旅行に同行していたアメリカ人の英国議員、ウェストホルム夫人が犯人だったんだぜ。大女優ローレン・バコールが演じているんだ。家族じゃなくて赤の他人が犯人なの？どうしてママ母を殺さなきゃいけなかったの？夫人はかつて刑務所に服役していてな。その過去を元看守のエミリーに気づかれ、脅迫されていたから口塞ぎのために殺したのさ。自分の秘密を守るための犯行だったのね。真相を知られた夫人はその後どうなったの？ポワロに見破られた彼女は自ら命を絶つんだ。しかし、名優ジョン・ギールグッド演じる警察署長の計らいによって、世間には事故死として発表され一件落着となるんだぜ。ただ逮捕して終わりじゃないのね。大人の事情というか、哀愁漂うビターな結末がすごく魅力的だわ。ああ、昭和の映画ファンを魅了した大御所俳優たちの重厚な演技と、ユスティノフの最後の劇場版ポワロにふさわしい余韻が残る名作として、8位に選んだのぜ。第7位、ミス・マープル、夜行特急の殺人、1961年。第7位は、1961年公開のミス・マープル夜行特急の殺人だぜ。原作はパディントン初4時50分で、マーガレット・ラザフォードが初めてマープルを演じた記念すべき第一作なんだ。マープルって、編み物をしながらお部屋で推理するおばあちゃんよね。そこがこの映画の特徴でな。ラザフォード版のマープルは体格が良くて、自ら現場に乗り込んでいく超行動的でコミカルなキャラクターに変更されているんだぜ。イメージと違うわね。原作者のクリステは怒らなかったの？最初は難色を示したらしいぜ。でも、彼女の素晴らしい演技を見て考えを改め、翌年発表した小説をラザフォードに捧げたほど惚れ込んだんだ。原作者をうならせる名演だったのね。今回はどんな事件を解決するの？マープルが並走する夜行列車で殺人を目撃するんだ。でも警察に信じてもらえず、死体が捨てられたと推測した怪しい屋敷に、自ら家政婦として潜入捜査を開始するんだぜ。家政婦に扮して潜入捜査。アグレッシブすぎるわ。それで犯人は誰だったの？屋敷で次々と人が毒殺される中、見事に真相を突き止めるんだ。真犯人は、なんと一家から信頼されていた主治医、クインパー医師だったんだぜ。お医者さんが犯人だったの？
どうしてそんな強行に及んだのかしら？彼は屋敷の長女と結婚して、遺産を独り占めしようと企んだんだ。そのために邪魔になった自分の妻を列車で殺害し、他の相続人たちも毒殺して減らしていたという悪党だったのさ。遺産のために自分の奥さんや親族まで手にかけるなんて、本当に極悪非道な男ね。そんな卑劣で冷酷な犯人を、おてんばでチャーミングな老婦人が痛快に追い詰めていくギャップが最高なんだぜ。他では見られない行動派マープルの魅力が存分に詰まった傑作だから、7位に選んだのぜ。第6位、そして誰もいなくなった1974年版。第6位は、1974年公開の映画、そして誰もいなくなっただぜ。超有名なミステリーの金字塔だが、この映画版は舞台設定も結末も大きくアレンジされた異色の名作なんだ。そして誰もいなくなったといえば、絶海の孤島に集められた人たちが次々に。って話よね。舞台が違うの？ああ、この作品では孤島ではなく、中東イランの砂漠のど真ん中にあるペルセポリスの宮殿に招待客が集められるんだ。逃げ場のない砂漠という閉鎖空間が絶望感を煽るんだぜ。砂漠の宮殿なんてエキゾチックだけど、絶対に逃げ出せないわね。どんな人たちが出演しているの？オリバー・リードやリチャード・アッテンボロー、ゲルト・フレイベといったいぶし銀の俳優陣が顔を揃えているぜ。さらに、謎の招待主応援の告発の声を、巨匠オーソン・ウェルズが担当しているんだ。オーソン・ウェルズの重厚な声で過去の罪を暴露されるなんて怖すぎるわ。それで、犯人は誰だったの？法で裁けない罪を犯した10人が、マザーグースの歌に見立てて次々と殺されていくんだが、真犯人は途中で殺されたはずのキャノン判事だったんだ。死んだふりをして犯行を重ねていたのさ。死んだはずの人が犯人だなんてずるいわ。結局、タイトル通りに最後は全員死んじゃうの？ここが原作小説と違うポイントでな。実は最後に残った男女2人は、親友や妹の身代わりでここへ来ていて、本当は無実だったんだ。だから殺されずに生き残るんだぜ。彼らは無実だったから助かったのね。じゃあ、真犯人の判事はどうやって決着をつけるの？心臓病で余命いくばくもない判事は、罰せられる必要のない二人に全ての真相を告白した直後、発作を起こして生き絶えるんだ。原作とは違う結末と名優たちの凄みが光る傑作として、6位に選んだのぜ。第5位、地中海殺人事件1982年。第5位は、1982年公開の地中海殺人事件だぜ。ピーター・ユスティノフ演じるポワロの劇場版第2作で、見事なアリバイトリックが堪能できる傑作なんだ。地中海のリゾート地が舞台なんて、すごく優雅で素敵ね。どんな事件が起こるの？マギー・スミスらが演じる訳ありの客が集まる高級ホテルで、ダイアナ・リグ演じる傲慢な元女優が絞め殺されるんだ。でも、動機がある宿泊客全員に完璧なアリバイがあったんだぜ。全員にアリバイがあるなんて、ポワロもお手上げじゃない。一体どうやって殺したの？実は、被害者の若い愛人パトリックとその妻、ジェーン・バーキン演じるクリスティンの共犯だったんだ。妻が被害者を気絶させて洞窟に隠し、自分の全身に日焼けローションを塗って被害者の水着と帽子をかぶり、浜辺で死体のふりをして死亡推定時刻を偽装したのさ。奥さんが死体のふりをしてアリバイを作ったのね。それなら後から旦那さんが本物を考察できるわ。その通りだぜ。このトリックを成立させるため、妻は他人の時計の針を20分進めて時間を錯覚させたり、偽装に使った日焼けローションを急いでシャワーで洗い流したりと、緻密な工作をしていたんだ。でも、そんな工作をしたらどこかでボロが出そうだけど、そこがこの映画のすごいところでな。ローションを洗い流したせいでホテルのシャワーの水圧が下がったことなど、何気ない違和感が全て伏線になっているんだぜ。さらに彼らは冒頭の別事件の犯人でもあり、被害者から奪った本物のダイヤをパイプに隠していたことまでポワロに見破られるんだ。水圧の低下まで伏線だったなんて鳥肌が立つわ。ポワロの観察眼は本当に恐ろしいわね。ああ、コール・ポーターの優雅な音楽と美しい景色の中で、
パズルがピタリとはまるような完璧な謎解きが楽しめる極上のミステリーだから、5位に選んだのぜ。第4位、クリスタル殺人事件、1980年。第4位は、1980年公開のクリスタル殺人事件だぜ。原作は、鏡は横にひび割れてで、後にドラマ、ジェシカおばさんの事件簿で大成功する。アンジェラ・ランズベリーがマープルを演じているんだ。有名な女優さんがマープルを演じていたのね。この映画はどんな内容なの？映画撮影で田舎町に来た往年の大スターをめぐる連続殺人だ。エリザベス・テイラーとキム・ノバクという本物の大女優同士が、ライバル役としてバチバチの嫌味の応酬を見せるのが最大の見どころだぜ。大女優のプライドがぶつかり合うなんて、画面の迫力がすごそうね。どんな事件が起きるの？歓迎会で、熱狂的なファンの女性がマリーナの飲むはずだった毒入りカクテルを飲んで死んでしまうんだ。さらに秘書も殺され、誰もがマリーナが狙われていると思い込むんだぜ。自分への毒を他人が飲んじゃうなんて恐ろしいわ。やっぱりライバルの女優が犯人なのかしら？いや、真犯人はマリーナ自身だったんだ。ファンが、昔、風疹にかかったままあなたに会いに行き、キスをしたと無邪気に語るのを聞いて、自分の子供が重い障害を負って生まれた原因が彼女だったと悟ったのさ。そんな、悪気のないファンの行動が、自分の人生を狂わせていたと知ってとっさに毒を持ったのね。ああ、そしてマリーナを愛する夫役のロック・ハドソンは全てを知っていてな。妻の名誉を守るため、毒入りチョコレートを用意して彼女を永遠の眠りにつかせたと、マープルたちに告白するんだ。旦那さんが自らの手で愛する妻の幕を引こうとしたなんて、悲しすぎる結末だわ。でも、部屋に入ると、マリーナはそのチョコレートには手をつけず、自ら別の毒を仰いで命を絶っていたんだぜ。華やかなスターの悲劇的な結末が胸を打つ名作だから4位に選んだのぜ。第3位、調布、1957年。第3位は、1957年公開の映画、調布だぜ。アガサ・クリスティの戯曲、検察側の証人が原作で、巨匠ビリー・ワイルダーが手掛けた法廷ミステリーの最高峰なんだ。法廷ミステリーなのね。どんな事件をめぐるお話なの？未亡人殺しの容疑者レナードを救うため、老練な弁護士が立ち上がるんだ。この弁護士役のチャールズ・ロートンがとにかく絶品でな。心臓を患いながらも、モノクル、片メガネを使って証人の嘘を見抜く姿は、まさに怪演なんだぜ。でも唯一のアリバイ証人である妻クリスチーネが、法廷で夫を裏切り、検察側の証人になってしまうんだぜ。この妻を大女優マレーネ・ディートリヒが演じているんだ。奥さんが旦那さんを裏切るなんて、絶対に有罪になっちゃうじゃない。ところが裁判の途中で、謎の女が妻が愛人に宛てた手紙を持ち込むんだ。それによって妻が夫を穴にはめたことが暴かれ、夫は劇的な無罪を勝ち取るんだぜ。悪い奥さんの陰謀を見事に打ち砕いて無罪になったのね。すっきりしたわ。普通ならここで終わりだが、この映画には映画史に残る大どんでん返しが待っているんだ。実は、夫は本当に未亡人を殺した真犯人だったんだぜ。じゃあ、奥さんの裏切りや謎の手紙は一体何だったの？すべては有罪確実な夫を救うための、妻の完璧な自作自演だったのさ。彼女自身が謎の女に変装して偽の手紙を渡し、自らの証言の信用を失墜させることで夫を無罪にしたんだ。愛する夫のために、自分が偽証罪に問われる完璧な芝居を打ったのね。だが無罪になった直後、夫は若い愛人と一緒になると妻を裏切るんだ。激高した妻は、その場で夫を刺殺してしまうんだぜ。命がけで助けたのに裏切られるなんて、衝撃的すぎる結末ね。ああ、最後は老弁護士が彼女は悪を裁いたのだと、妻の弁護を引き受ける決意をして幕を下ろすんだ。公開時に結末を絶対に話さないでと注意喚起された伝説の傑作だから3位に選んだのぜ。第2位、ナイル殺人事件、1978年。第2位は、1978年公開の大作、ナイル殺人事件だぜ。名優ピーター・ユスティノフが初めてポワロを演じ、彼の最大の当たり役になった記念碑的な作品なんだ。
エジプトのピラミッドやナイル川が舞台の映画よね。テレビの洋画劇場で何度も放送されていたわ。ああ、エジプトでの大規模なロケ撮影が雄大でな。それにミア・ファローやベティ・デイビス、マギー・スミスなど、当時の大御所スターが勢揃いした豪華絢爛な映画なんだぜ。本当に豪華なキャストね。ナイル川の豪華客船でどんな事件が起きるの？莫大な資産を持つ美しきニーズ・マリネットが客室で射殺されるんだ。最大の容疑者は、彼女に婚約者のサイモンを奪われたかつての親友、ジャクリーンだぜ。親友に婚約者を奪われるなんてドロドロね。絶対にそのジャクリーンが犯人じゃない。ところが彼女には完璧なアリバイがあったんだ。事件当時、彼女は皆の目の前でサイモンの足を銃で撃ち、取り乱して鎮静剤で眠らされていたからな。大勢の前で元婚約者を撃ったの？じゃあ新妻を殺しに行く時間なんてないわね。ここからが巧妙なトリックだぜ。実は、真犯人は撃たれたサイモンとジャクリーンの共犯だったんだ。二人は密かに愛し合っていて、遺産目当てに結婚と殺害を計画していたのさ。じゃあ撃たれた足のアリバイはどうやったの？ジャクリーンが空砲で撃つ芝居をして、皆が医者を呼びに行き気を取られた隙に、サイモンが新妻を射殺したんだ。その後、現場に戻って自分の足を本当に銃で撃ち抜いて、アリバイを偽装したんだぜ。アリバイのために自分で自分の足を撃つなんて、恐ろしい執念ね。ポワロに真相を暴かれた後、ジャクリーンは愛するサイモンを撃ち、自らも命を絶つんだ。雄大なエジプトの景色と、切なくも美しい愛の悲劇が昭和の映画ファンを魅了したから、堂々の2位なのぜ。第1位、オリエント急行殺人事件、1974年。堂々の第1位は、1974年公開のオリエント急行殺人事件だぜ。この作品の大ヒットが、その後の豪華キャストによるクリスティ映画ブームの火付け役になった。最高峰の傑作なんだ。まさに原点にして頂点ね。キャストもそんなに豪華だったの？ああ、ショーン・コネリーにイングリッド・バーグマン、ローレン・バコールなど、当時、これほどのスターが一つの映画に集まるのは奇跡と言われたほどの超豪華キャストなんだぜ。ちなみにポワロ役はアルバート・フィニーだ。全員主役級じゃない。そのすごいメンバーでどんな事件が起こるの？雪で立ち往生したオリエント急行の車内で、リチャード・ウィドマーク演じるアメリカ人の富豪ラチェットが、12カ所も刺されて殺害されるんだ。12カ所も。かなり強い恨みを感じるわね。これだけのスターがいる中で、一体誰が犯人だったの？なんと、真犯人は一等車に乗っていた乗客と車掌を合わせた12人全員だったんだぜ。全員が犯人。どうしてそんなことになったの？殺されたラチェットは、かつて幼い少女が犠牲になった誘拐殺人事件の真犯人だったんだ。12人は全員その少女や家族に関わりを持つ関係者でな。法で裁かれなかった悪人を裁くため、結託して1回ずつナイフを刺したのさ。そういうことだったのね。深い悲しみと復讐のための殺人だったんだわ。その真相を解明したポワロは、彼らの悲痛な思いを汲み取り、真実を伏せて外部から侵入したマフィアの犯行という偽の推理を警察に報告し、12人を見逃すんだぜ。ポワロの優しさに泣けるわね。ただの謎解きじゃない、深い人間ドラマがあるわ。その通りだぜ。これだけの豪華スター全員が共犯者という前代未聞のトリックと、哀愁漂う温情ある結末。昭和の映画ファンが最も熱狂した、文句なしの第1位なのぜ。エンディング、まとめ。今回はアガサ・クリスティ原作映画の名作ベスト10を見てきたけど、どれも衝撃的な結末ばかりで本当に見応えがあったわ。ああ、いぶし銀の俳優たちや豪華なオールスターキャストの共演に加えて、完璧なアリバイトリックや人間の深い愛憎劇が描かれているのが最大の魅力なんだぜ。単なる謎解きで終わらない人間ドラマがあるからこそ、何十年経っても色褪せない名作として愛され続けているのね。その通りだぜ。当時のテレビの洋画劇場で、家族と一緒に犯人予想をしながらハラハラして見た思い出がある人もきっと多いはずだ。視聴者の皆さんはどの作品が一番好きかしら？ぜひコメント欄で、当時の思い出と一緒に語り合ってね。
チャンネル登録と高評価もよろしく頼むぜ。それじゃあ、次回の昭和レトロ動画でまたお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。